こんにちは。アミリスの落合徳子です。田中芽衣です。はい、今日は、今年アミリスが10周年ということで、10周年特別企画で、皆様からインスタグラムでメリと徳子に聞いてみたいことを募集しましたので、その回答をしていきたいと思います。すごいたくさん質問いただいたので、ちょっと全部には答えられないのと、今10周年記念冊子を作っていて、そっちの方に載せてる質問もあるので、また楽しみにしていてください。じゃあ早速いきましょうか。10年前に描いていた10年後のアミリスに何か違いはありますか10周年おめでとうございますというふうにコメントいただいております。なんか会社を立ち上げた頃に描いていたものに違いはあるかってこと？違いはでもこんな人を雇うとは思ってませんでしたね。そうだね。人数はそんなに考えてなかったよね。そうだね。でもお店の感じとかは別にそんなに違いはないかな。考えていたことは、おおよそ実現できてるのかなとは思います。すごく違うってことはそんなないです。10年続くと思ってましたか？それはね、最初に会社の登記するときに、なんか何年って書くんだよね。いや、そんなことある？あれ、なんか一応なんか何年ってその時にあったような気がする。あとなんか10年に1回登記し直さないと。そうそう、役員登記っていうのがあるんですけど、そんなに短いタームでは考えてなかったってことは、とりあえず20年頑張ろうみたいな感じでやったような気はするので、まだ半分ですね。そうやってるとは思ってたけど、そうですね。アミリスを始めるにあたって最も実現したかった目標や心がけた理念はありますか？壮大ですよね。壮大ですよね。実現したかったことはとりあえず、ちゃんと生活費を稼ぐ。現実的なね。そうだね。会社を続ける。そうですね。会社を続けるってことが何にしろ一番大変なことなので、始めるのは簡単ですけどね。そうだね。とにかく続けるってことは一番難しいことじゃないですか。ね、何ヶ月も家賃払えないとお店出ないといけない。そうですよね。毎月同じ金額稼ぎ続けるのはなかなか難しいものです。実現したかった。実現したかった理念、目標とか。目標？多分編み物絡みのことかな。そうですね。編み物を広めたいとかそういう方向の話。でもなんか文章パターンをもうちょっと日本で普及させたいっていう気持ちで雑誌を作り始めてから会社になったので、やっぱりそれがもうだいぶ一般的な感じになってきたかなっていう意味では、良かったかな。やりたかったことが実現できているのかなっていう気はします。まだね、文章で本を出しているのはうちぐらいですけど、最近ではね、国内でもデザイナーさんも増えて、そうですね。喜ばしいことですね。この10年で一番苦労したこと、迷ったことは何でしたか？迷ったことは別にないんですけど、苦労したのは下世話な話、いつでもお金ですよ。下世話な話。でも一番っていうかずっとだもんね。ずっとそうですね。一番そうね。悩んだこと？悩む。会社的なことなんであんまりちょっとなんか公に言うってこと社長的な話です。難しいっていうと、あとコロナの時にそうですね、お店をどうするかとか、でもそんな別にすごく悩んではないです。系統が仕入れられないとか、そうね、コロナでそういうのはあ
あるんですけど、でもいつもなんとかはなってるので、そんなにそうですね悩んだりはしてないと思う。感じです。はいはい。雑誌アミリスの中で一番好きな掲載作品は何ですか？どれですか？ということで考えましたが、ちょっと作品に絞るのは難しいってことで、はい、雑誌にしてみたんです。27号かけるだいたい6個とか12個とか、そうもういくつパターン作ったかな、そう考えるとね。怖いですね、計算するとね。はい。ってことで難しい。その中から一つ選ぶのは難しいという話になり、はい。はい。好きなものを選んでみました。好きな号。はい。私はアミリスの18号にさせていただきました。これですね。なんででしょうか。これはですね、これ鎌倉で撮影したんだよね。鎌倉で撮影して、大鶴さんとミキさんという、今東京店の先生をやってる2人がモデルなんですけれども、この鎌倉の感じもすごい良かったし、この海と山の感じも良かったし、撮影もすごい楽しかったし、作品も好きですね。そうだね、私この帽子が結構思い浮かんだ。これね、私のやつ、これの前に2人でオーストラリアに行ったんですけど、その時にエッシャー店に行ったんですよね。なんか日本人の粘土っていうデザイン、有名なプロダクトデザインとかをやってる会社の方がそのエッシャー店の監修をしてて、それでなんか面白そうと思って行ったらとっても面白かったね。そう、もうとにかくまだいつきが2歳半2歳になる前ぐらいで、騒ぎ出すその直前までとにかく2人で必死に見るみたいな。作品見てると気がついたらどっか行っちゃって、あーって追いかける。でまた作品を見る。本人をなだめながら2人で必死に、本当はもっとあと2時間ぐらい入れたけど、とにかくあれが限界だったよね。そう、いつきを引き連れながら2人で必死に見て回って、でもなんか展示が結構面白くて、すごい良かった。子供でも楽しめるような感じにはなってて、でそれでエッシャー店を見たから、これがそう、このエッシャーなんだよね。だまし絵みたいなこの2色のチェッカー模様をずらしていくんですけど、そんな単純なんだけどね、面白くはなると思うんですが、もう良かったし、なんか全体的に色味といい、作品といい、気に入ってます。はい、PDF 版で買いますね。そうだね。はい、ということで、私はこういう時にいつも言うのはこの15号で、ちょっとまだあるのかないのかわからないんですけど、全部白黒の作品、この扉も白黒だったり、作品も全部白黒のものだけが載っている号で、なんかその統一感もすごい好きだし、このバッグが黒いのもいいし、あとなんか鳥居節子さんにインタビューしに行ったんですけど、鳥居先生の話がすごく面白かったので、それも印象に残っていて、これ結構好きな号になってます。あと選べないということでも選べないということで、これは最近の25号で、京都の京セラ美術館を借り切って、借りれるっていうのにも驚いたんですけど、借り切ってそんなにね高くなくね、そう驚きです。美術館全部どこでも大体作品が映らなければどこでも使っていいっていうことで撮ったのが面白かったかなっていう感じで、休みの日に美術館に入ったら結構中でね展示替えしてるおじさんとかいたりして、そういうのも見るのも面白かった。暑かったね、この時。暑かったよね。7月だったよね。すっごい暑かったよね。暑かった。日差しがすごい日でしたね。暑かったよね。何枚かだけ外で撮ってるんですけど、ね、暑かったね。外の写真一番暑かったのはこのコートですね。これですね。これですね。ちょっともコートに分厚いマフラーをしてるのが信じられないぐらい暑かったよね。走って日傘を差すっていう繰り返しでしたね。
それで誰も何も分かってないんですけど、これを撮った時にマサさん、カメラマンのマサさんがガラスに激突するって言っていやすっごく綺麗なのね、ガラスがね。ガラスが。それ分かんなかったので、やっぱ人って何の躊躇もなく歩いてガラスにぶつかるとものすごい衝撃で、もう私も気が気じゃなくて、後でなんかどうにか、いやアドレナリンが出てるから、その瞬間って本人は大丈夫大丈夫って言うけど、どうしようと思ってすごいちょっと肝を冷やしてね、ガラスも割れなくて怪我もなくて、怪我もなくちょっと単行部になってたけど、ね、ちょっとね、そう、このガラス、ね、ここにぶつかったんですよ、マスさんが。そうでしたね。なんか頭冷やしてましたね。そうなんですよ。っていう思い出です、私の。でもね、美術館で撮影できたのがなかなか楽しかったですね。はい、この号が印象に残ってます。はい。いろんな意味で一番気に入っている思い出深い作品はありますか？っていうことで本をね。その作品っていうのが、なんかニットのことなのか本のことなのかちょっとよくわからないんですけど、私たち本を作っているので、本にしてみました。ということで私は去年出ましたかね。カレンと一緒に作りましたシーズンレスの本をあげさせていただきました。まだ在庫があるというふうに伺ってギリギリおりますが、本当に買ってほしいです。頑張ったもんね。私のアミリスっていうかこの仕事を始めて一番大変だった仕事なんですけど、皆さんに大変さは分かってないので全然大丈夫です。でも個人的に非常に大変だったんですが、コンセプトはとにかく素晴らしい。し、一冊買って損はないかな。いつでもどんなものでも編めるこの感じのコンセプトは、一通りのものが編めるパターンが全部載ってるっていう感じで、で大体人はウーステッドの糸は持ってるものだからいいのかなとも思いましたし、男性もこのパターンで全然編めるし、素晴らしい本になったかなと思います。1年ぐらいかかりましたか？もっとかかったかな。結構大変だったよね。パターンだけで言うと半年以上かかったかなと思いますね。サンプルもものすごい数作ったし。そうですね。それでカレンは編んだものは使わなかった結局。使ったものもあります。新しく編み直したのもあります。ですよね。でもね、編んだのはもともとあったやつじゃなくて、メロンとかそういうものを使わせてもらったかな。でほとんどうちのお願いしてるサンプルニッターに編んでいただいたんですが、いつになく私からの怖いメッセージがついて、みんながピリッとしてサンプルを絶対にゲージは守るようにってそう、ゲージは守られなかったサンプルは使用できませんっていう私の怖いメッセージ付きの、が送られるという。ゲージ命の本ですね。ゲージ命の本になってますので、思い出深い。で選べないので2冊。そう選べないので2冊なんですけど、やっぱりこの本が好きな本のうちの一つで、どれも気に入ってる本はいっぱいあるんですけど、初めてみんなで遠くに撮影に行ったかな。そうね、コロナのちょうど終わった頃に行ったんですけれども、終わったっていうかまだやっと旅行ができるようになったかぐらい。本当はポートランドで撮ろうと思っていた時だったんです。コロナが始まる前にね。でしょう。それがこれだっただと思う。でポートランドに行ってアミリスの雑誌とダルマブックスを一緒に撮ろうって言ってもモデルも決めてほぼブッキングし終わった状態でコロナが来てやめたんですよ。で、そうだね。で結局海外に行けなくなっちゃって、でももうちょっとね違うとこで撮ろうって言って、メリさんが前行ってた北海道のここだったらいいんじゃないかってことで、ここにして、北海道に行って、で、宿はコロナの、最中なので誰も他にお客さんがいなくて、貸し切りでね、うちが
一日中羊と戯れながら。はい。ペンションで。そうね。松田さんいなくて残念でした。すごい行きたかった。ね、羊がとにかく可愛かったよね。で、それで、もちろんこれ写真では全くわからないと思うんですけど、すごい糞だらけなんです、無論。だって羊がこんなにいるから。何にも考えてなかったよね。それで、なんか汚れてもいい格好と思って、私たちちゃんと長靴持って着替えられるズボンとか履いて、準備万端で行ったんですけれども、いつもお願いしてるヘアメイクの吉川さんに、これダメなモデルもいるんだよって聞かされて、確かにと思って。とにかく糞だらけだし、ハエもすごいし、どんどん気が上がってくると、まあまあな匂いなんですよ、やっぱり。なんか爽やかに見えるけど。で、菜種さん全然平気ですごい喜んで、わーって、菜種さんにしといてよかったみたいな。で、菜種さんすごい喜んでくれたんだけど、なんか私たち全然大丈夫だから、そういうのにいつも思い当たってなくて、確かにこれダメ、NG なモデルさんいるかもしれないと思う。写真はね、爽やかなんだよね。なんかすごい綺麗な羊さんだなと思って見てました。でも羊にもよるんだけど、羊まだ生まれたばっかり。食用は食用なの、ここ。そうそうそう。だから羊毛用ではなく、でも羊毛用に育ててる、趣味で羊毛用に育ててる羊もちょっといるっていう感じで。で、それは、室内の中に入ってたよね、あの子たち。なんかちょっとね、カバーかけられてて、汚れないようにちゃんとしてて、お外にいる子は食肉用っていうか、そうだね、で飼われてるっていう。あとこの写真とかは朝の4時ぐらいで、みんな3時台に起きて早朝から撮影したんですけど、朝の光がすごい綺麗で、もうお昼ぐらいには撮影終わってたよね。だからこれで朝の7時、8時、6時、7時ぐらいかな。この辺で。ね。結構これもう明け切った頃ですね。ここら辺が明け切った頃。この辺もまだ結構朝早くだよね。ということで、そうなんです。なんか楽しい撮影。あとその前の日に月食があって。そうそう。そう。楽しくみんなで月食を見れたっていうのも思い出深い。あと載ってる作品ももちろんどれも好きなんですけど。それとこれかな。これも北海道で撮ったんだよね。そうですね。ノーザンライツ。ジャレットと一緒に行った北海道ですね。蓮田さんと札幌にロケハンに行って、一体どこで撮ったらいいんだろうって言って札幌中あちこち行って、結局この萌え沼公園で撮影したんですけど、すごいここの萌え沼公園のこのピラミッドがインスタ映えだってことを知りませんでしたね、私たち。あんなに人がいっぱい写真撮りに来る場所だとはね。映え写真撮りにみんなすごい来てたよね。面白かったね、いろいろ。他のロケしてる人もいましたよね。確かに。なんかプロのファッションブランドっぽい人が来てて、でジャレットはなんか同じホテルだったのかな、私たち。それでジャレットはそのカメラマンの人とホテル内で喋ったみたいで、なんか喋ってた。親しげに言ってた。ね。でこのピラミッドの中がエアコンが効いてて涼しいと思いきや温室状態ですごい暑くてこれもね結構暑かったよね。去年の今頃撮影したんですけど、もうとにかく暑くて、私がもうなんかタンクトップっていうよくわけのわからない格好で歩き、それで靴下モデルの時にタンクトップ的なものが映ってたような気がして、なんかもうごめんねって気持ちだった。暑すぎてもうちょっとなんか私も考えないといけなかったなっていう気持ちで、ジャレットごめんって思いながら撮られましたけど、でもすごい楽しかったし、これもとってもいいそうですね。なりました。ではまた作品シリーズ、今までに編んだものでこれが一番の大作というものは何ですか？大作？大変だったやつ。
とかでかいやつとか、昔の方が凝ったもの編んでたから私、人のものっていうと昔すごいビーズを入れるのが自分の中で流行ってたから、なんかビーズ編みながら1000個以上入れるショールとか、総編み込み靴下とか今も持ってるけど編んでたね。なんかそういうの別に普通に編んでたけど、でも正直今編んでるマイフェアアイルジャーニーのやつは対策だとは思う。やっぱ総編み込みって時間かかるなっていう。私今まで編んだので一番大変だったのは姪っ子にあげたブランケットかな。7色か8色でストライプっていうかこうレインボーカラーになってるんだけど、とにかくなんか全然終わらなくてひたすらガーター編みみたいな1年ぐらいかかったかな。そんなにかかったんだ。メリーさんにあげたショールもまあまあだったけど、それはすごかったよね。結婚式の時に編んでくれたやつ。でもそれより急に同じものでケビンのネッカチーフ的なもの編めって言われた時にちょっと慌てたよね。確かに。なんか急に僕のやつも編んでって言われて想定してないと思って、すごいアメリカで編んだの、慌てて。これぐらいのやつだけど、ここにポケットに入れるやつをお揃いにしたいって言われて、いやもっと早く言ってよみたいなすごい勢いで編んで、セーフみたいな編み終わって、すごい大きなレースショールをもらいました。そんなもんですか。はい。でも自分のデザインの方が大変なんで、あんまりそんななんかそうだね、誰かのやつをパターン通りに編むってすごく楽だから、私的に息抜きみたいな。そう、だから対策って言われると正直自分のパターンを作る方が対策かなっていう気はします。次の質問は同じようなのが2つ来てて、編み物に熱中しすぎて肩こりになります。肩こりを和らげる解消できる策は何かありますか？肩こり、老眼による眼性疲労、手首痛これら軽減対策、工夫などはありますか？詰められてるまず言えることはですね、編まないことですそう、私特に仕事なんで編めないってことがすごい困る。本当に具合が悪くて編めないって言うともう本当に困っちゃうから、無理をしないようにするってことが一番大事なの。時々なんか編みすぎで寝不足っていう話聞くんですけど、私たち編んでると眠くなっちゃうんで、寝るよね。あんまりね長い時間編めないんですよね。寝ちゃうよ。なんでちょっと寝不足問題はないかなっていうのはありますけど、私あんまり肩こりには編んでる肩こりにはならないんですよね。多分だから編んでる姿勢がどこかに無理がかかってるっていうのはあるのかな。動かなすぎるとか。そうね。人によって編む姿勢は様々なんかトッコさん腕を固定してそうなんです。編むから多分肩こりになりやすい。で私はこの大きなヨギ棒があるんですけれども、この U の字型のこれをソファーに仕込んで、これを手を上げて、みんなこう前習いをしたような手の状態で編み物してるんですよ。手を上げてここを固定してでしょ。だからずっとこうだからね。これを何かを置いた方が、だから肘掛けなのか机なのか、私みたいにヨギ棒の上に乗せるのか、何かの上に乗せた方が、ここは楽、筋肉を使わないから、そうすると長時間編みやすいってことはあるけど、それは私は仕事だから、みんなそこまで追い詰められて編まなくてもいい。そこまでせずに、ちょこちょこ休むっていうのがいいのと、すごく私たちピラティス嫌だと思うんですけど、長年の経験から言うとやっぱ運動が一番いいと思います。それで私もね、みんなに本当にピラティスをおすすめしてるんですけど、ピラティスして一番解消しました。
首が痛いの治った。その前ね、針とか行ってたけど、あんま良くならなかったね。この左が向けなかったんですけど、私ここがダメで。でも首が治ったのはピラティスに行って初めてだから、筋肉をつけるっていうのが一番早い解消方法かもしれない。体を動かす。はい。毎晩ストレッチするだけでも全然違う気はしますよね。この肩とか。はい。まあストレッチしたり運動するってことで、はい、お願いします。おすすめです。はい。編み物をする気が起きないなっていう時ありますか？もしおありでしたらどうされてますか？あります。メリさんそんなあれなんじゃない？なんか私編み物以外にもやりたいことがたくさんあるので、そうだよね。時々全く編んでない時もあります。はい。ご無理がないようにされたらいいです。私はね、具合が悪い時以外はあんまり編まないっていう気持ちにはならない。から仕事にしてんじゃないですか。ね、まあ仕事だから編まざるを得ないもんね。そうね。みんなと違う本当の納期ってものが毎回すごいそびえ立ってるから、絶対毎日編まないと到達しないから編むけれど。そうだね。でもなんかまあ仕事じゃないのであれば違うものになるまでのんびりするのがいいので、はい。無理のないように。毛糸をセレクトするときに一番重視する点は、でこれがなんだろう、自分の作品なんか編む時の糸選びなのか、お店の仕入れのことかな、わかんないんですけど、どちらでも。そうですね。まあ自分たちがまず欲しいかどうかは第一優先事項じゃないですか。はい。そうですね。で、まあある程度パターンが世の中に存在しているのかどうかをいつも重視していますね。はい。なのでまあ手染めのソックヤーンとかだったら別にどの糸でもいいので、だし靴下のパターン何でも編めるので、別にあんまり関係ないですけど、特になんか特殊なゲージの糸とかだったらやっぱりパターンがあるか重視しています。はい。新しいメーカーとかは海外の展示会とかで知ることが多いですか？それもありますし、それもあるし、インスタもあるし、売り込みもあったり、まあいろいろしますよね。あとほらデザイナーさんが使ってるのを見てみたり、あ、こういう糸あるんだって思ったり、まあ、あと他の雑誌のを見たり、いろいろです。はい。次簡単かな。はい、夏と冬どちらが好きですか？すごい簡単。差がすごかったですね。冬です。冬。もう冬ですよ。これはなんかニッターとしてっていうのと、ニッターを置いといて一個人として好きな季節の両方。両方冬です。両方冬かな。夏はトコさんは結構海に行ったりとかするよね。でも冬の時期に別にリゾート地に行けばいいから冬でいいです。暑いのも嫌だし、別に海とか行かないし、冬が好きです。私は単純に12月が誕生日月などもあり、なんかイルミネーションや華やいだ雰囲気が好きなので冬が好きだし、この仕事を始めてますます冬が好きですね。はい。お二人の編み物のお供は何かありますか？見るものってことですかね。そうですね。まあいろんなのを見たりしますけれども、なんかこれっていうものは別だ。なんかドラマばっかり見てると飽きちゃうし、そうね。時々 YouTube を見たり、いろいろしています。はい、メリさんに質問になると思うんですけど編み物とは関係ないですが、メリさんの名前の由来がいつも気になっています。素敵な名前ですよね。素敵な名前ですね。由来、なんか海外でも使えるような名前をつけようっていうことで親がつけてくれました。はい。でも今はね、
結構たくさんいると思うんですけど、この年代は非常に珍しいですね。すごく珍しくて、自己紹介しても何度も「は？」って言われたり「本名ですか？」って聞かれたりいろいろするんですけど、はい、最近はもうなんか変わった名前の人が多いので、そういうこともなくなり嬉しいです。デザイナーさんのデザインの始まりは何ですか？どんなプロセスで形になるのか興味があります。それはすごく人によるよね。そうなんですよね。だからなんか一般的な何かがあるとは思えない。はい、デザイナーさんによります。なんか私たちもこういう仕事してるので、いろんなデザイナーさんにその質問はしてきたんですけど、意図から考えるっていう方もいるし、模様を考えるっていう人もいるし、そのなんかフィット感とか、自分の作りたいシェイプを考えるっていう人もいるし、なんか本当デザイナーさんによって違うので、はい。お二人はどうですか？そうですね。私はもう完全に糸屋のデザイナーなので、糸から考えることがほとんどですね。で、あとは常日頃作りたい形を自分の中にストックしといて、依頼があった時にそこからいろいろ出して組み合わせを考えてみるとか。大体だから形だよね。も考えて、なんかどういう形が面白いかなとか、常日頃手編みで編むとどうなるかを考えるトレーニングをしているといいかもしれないこれ英語で言うと何て言うかなって考えるのと同じように、人が着てる形を編み物で編むとどうするのかなって考えるトレーニングをしてると、あれはトップダウンだなとか、あれはトップダウンで編むと簡単かなとか私あれ編む場合はどっちからこう編んでどうしたらああなるかなとか、なんか考える。結構ね、街で見かけるものとかどうやって編んでるのかなっていつも考えるよね。そうそう、ね、それの引き出しをある程度貯めとかないと依頼が来た時にパッと出せないから、なんか貯めとくっていう作業をいつもしてるって感じは。なぜインスタライブをやめてしまったのですか？多分これウォルナット通信かな、昔よくやってた。インスタグラムを最近ってか長いことお使いのことは分かると思うんですけど、インスタの仕様がどんどん変わるわけですよ。それで非常にそれに使いづらいよね。使いづらいっていうかすごい危惧してます。いつも仕様が変わるのでデータが消える場合もあったり、アーカイブが残せない場合もあったりして、私たち時間制限が突然変わったり、なんかね、前も30分1時間やってたのに、急に長い動画が投稿できなくなったり保存ができなくなったり、いろんなことがあって、ちょっとなんかインスタの仕様がちょくちょく変わるので、すごいインスタに対する信頼度が非常に低いです今、私たちの会社的にですよ。だからちょっとそれになんか動画をアップするっていうのが信頼が低いので、今 YouTube の方が安定的にいろいろなことがやれるってことで YouTube に移行したってことはありますね。すいません。派手な手染め糸でショールを編みたいけれど自分には似合わない気がします。どうしたらいいでしょうか？編みたいなら編む。気合じゃない、気合。意外とね、編んでみたら別に使い勝手が良かったりするかもしれないし、自分が使えなかったら誰かに差し上げたらどうですか？本当に嫌だったら。いつも言ってるのが、私そんなに人は見てないって、人のことだから、ご自分が好きだったら問題ないし、ご自分が嫌だったらやめたらいいと思います。そうだね、あと編むのと着るのは別な問題なので。そうね、なんかよく会う方、多くの人が自分には似合わないけどこれを編みたいって言って編んでる人はいっぱいいるよね。そうそう、だから一旦編んでみられたらどうですか？ね、はい、確かに、編むのが楽しいだけでもいいのかもしれない。そうです、そうです、そう思います。ブロッキングはドボンかスチームかどちらがいいでしょうか？ス
それは水通しでお願いします。はい、いいのは水通しだけど、水に入れられないってことある？時々ウールフォークの糸とかスチームだけにしてあるってパターン上に書いてる場合ありますから、その時はいいんじゃないですか。水に入れると傷むとか、あと水に入れてもブロッキングがしづらいっていうものはあるよね。立体的に編むものとか広げられないから、結局ね、それでも一応水通しはするよね。多分二度と洗わないってことないと思うんです。それなんか絶対いつか水につけるんじゃないかとは思うんです。ドライクリーニングに絶対出すっていう人以外は。だから後で水に通すぐらいだったら今やればっていつも言ってます。でもお水に通すとそりゃ劣化するってことあると思うんですよ、毛糸が。だから劣化がすごく絶対嫌って方はスチームにされたらどうですか。なんかメリットとデメリットを把握した上でご自分で選んでみられたらどうでしょうか。でも濡らした方が綺麗に仕上がるってことは多いとは思いますね。はい。ずっと気になってて、ライブのカメラマンは中条さんですか、中条さんですかっていう長ですね、質問が来てたので。中条です。はい。中条でお願いします。はい。あとはもう他にも応援のメッセージをたくさんいただいてて、本当にアミリスの糸大好き、特にパレードを開発してくださりありがとうございます。一生パレード編みます。一生編んでくださるとか。よかったですね。アミリスさんが初めての毛糸専門店でよかったです。おかげで楽しい編み物ライフを送っています。ありがとうございます。メンズの編み図の本をもっと出してほしいです。お気持ちはね重々承知なんですけど、まあ難しいんですね、メンズがね。需要は一定数あると思うんですけど、でも例えばこの2つメンズね、全部ユニセックスなのでいけますよ。どちらも男性でもいけます。はい、あとフェアアイルの方も男性もいけるようにしております。大きいサイズを選ぶだけ。で、基本的に最近のうちで出す本はほとんどサイズ展開がものすごく大きいので男性に合致するとは思いますよ。だからお好きなデザインでサイズを選ばれればどうかなと思います。はい、よかったです。皆さんの質問に答えられたのでしょうか、これでね。引き続きよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思いましたらチャンネル登録といいねボタンと何かコメントございましたらぜひコメントもよろしくお願いします。お待ちしております。